こんにちは。ロスト&ファウンドの北山です。ロスト&ファウンドは忘れられてしまった大切なものが見つかる場所です。長く愛用できる日用品を数多く取り揃えております。本日ご紹介させていただきますのは、家事問屋さんというブランドになります。ステンレスの、ブランドになるんですけれども、ステンレスというと最近燕三条という、新潟県の産地が非常に有名でですね、世界的にももう知れ渡ってきているのかなという、地域なんですけれども、どうして燕三条がステンレス製品、金物製品を非常に多く世の中に出しているのかなと、素晴らしい商品が出てくるのかなというのがずっとちょっと疑問でして、私なりにちょっと調べさせていただいて、今日はですね、その歴史的背景というかそういったところから、アプローチをしていきたいなと思っております。はい、で燕三条の地域なんですけれども、実は3つ私が調べたところ背景があるのかなというところがあります。まず地理的背景として新潟県なので日本一長いと言われている信濃川があるんですけれども、やっぱり昔はたびたび氾濫をしてですね、農業に大打撃を与えていたといったような背景がありまして、その副業として何かをやらなければいけなかったということとですね、あと近くにやっぱり広大な森林がありますので、こういったものを焼き上げるですね、燃料、木炭ですね、そういったものが取れる背景があったといったところがもう一つですね。あとですね、北前線ですとかそういった貿易の拠点になっていたところもありまして、いろいろな資源、あと鉱山が新潟の近くでございましたので、銅が取れたりそういった資源といったところもですね、新潟には揃っていたといったところがまず地理的な要素といったところが一つあります。はい、それとですね、歴史的な背景といったところでですね、もう一つございまして、実はですね、江戸時代、遡ること400年ぐらい前から燕三条の、鍛冶産業といったところが栄えているんですけれども、実際にその江戸時代って江戸にですね、ようやく人口が集中してきて、木造建築だったので、江戸の大火とか花火じゃないですね、火事ですね、火事がですねやっぱり数多く出ていた時代というところで、当時はですね木造建築燃えてしまうと全部壊してしまって最初から作り直すっていうのがスタンダードだったということです。でその時にですね、やはり釘であったり金物ですね、大工道具というかそういったものが必要になる背景がありまして、そういった鍛冶産業をしっかりとですね支える地域が必要だったという背景があります。じゃあなんで、燕三条に来たかというと、当時の奉行であったですね、燕三条の奉行であった、大谷清兵衛という方がいらっしゃるんですけれども、その方がですね江戸から、鍛冶職人を呼んでですね、そこに誘致をしていったという背景があるようです。いろいろな書物を見させていただいたんですけれども、現実的にはその2つが大きな要素。あともう一つはですね、当時の、その産業が栄えた後なんですけれども、それを広げるためのですねビジネスセンスがあったんじゃないかというところが言われております。で中でも三条商人というですね、その三条、燕三条のエリアで生まれたですね鍛冶道具をですね、やっぱりその都江戸の方にですね持っていく商人がいたというところがありまして、その商人もですねかなり考えられてまして、ただただ行商で持っていくのではなくて、その現地でですね同じような商人、商店ですよね、そういった方々を束ねてですねネットワークを作って、その地場で必要なものを聞き上げて、それをまた鍛冶屋さんの方に伝えて新しい商品を開発するというようなことでですね、この3つの要因が非常に大きくこの燕三条のエリアの鍛冶の産業を発展させる要因だったのかなというふうにちょっと考察していたところです。なんで私ずっとなんで燕三条がこんなにステンレスの商品すごいきれいに美しくできるのかなというところをですねちょっと思っていたところなので、ちょうどいい勉強の機会に
なったかなと思います。で今回は家事問屋さんのブランドの紹介なんですけれども、同じく燕三条のエリアからですね、我々コンテであったり、コンテさんであったり、あと工房相沢さん、そういったところの商品も展開しているので、やっぱり皆さん燕三条エリア、燕市か三条市かというところなんですけれども、そのエリアで作られた日本の技術を持ってきれいなステンレス商品が作られているといったところをちょっと調べるきっかけになってよかったなと思っている次第でございます。で今回の家事問屋さんなんですけれども、本当に家事問屋という名前からもそうなんですけれども、やっぱりその三条商人のですね後を継いで、言ったらそのエリアの鍛冶屋さん、今金物屋さんですね、工場と呼ばれてるんですけれども、工場の方々にですね各地から聞いたですねヒアリングをした商品情報を提供して、企画であったりプロモーション、そういったものをメインにしている会社でございまして、言ったらその元になっているのは下村喜販さんという会社なんですけれども、やっぱり企画であったりプロモーション、そういったところにですね非常に重きを置いて地場の産業を下支えしている非常に価値のある企業だなというふうに考えております。なので今回ご紹介する商品もですね、その下村喜販、家事問屋さんのチームがですね、考え出した需要のあるというか、本当に平凡なんだけれども使いやすいという商品を一つ一つ工場にですね依頼をかけて作り上げた商品が並んでいるというようなブランドになります。なので我々もですね一つ一つその考えられたプロダクトをですねしっかり理解してお客様に届けていきたいなというふうにも考えております。で今回いくつかいろいろ商品があるのでいくつか紹介させていただくんですけれども、まず最初に紹介させていただくのはこのざるですね。言ったらこの湾曲したですね作り方がですね非常に揚げ物であったり蒸した例えばブロッコリーだったりそういったものをですね鍋の円形とですね合うような形でこう湾曲してますので、非常に無駄のなく、取りやすい、ざるになっているといったところ、大きさもちょっとありまして、素材も実はこの大きい方はですねパンチングのステンレスになってまして、非常に洗いやすいっていう面もあります。で最初にご紹介したのは網になってますので、洗いにくくはないんですけれどもパンチングの方はちょっと洗いやすいのかななんて思っていたり、形も三角形のもので鍋にかけられるように工夫されていたりですね、ちょっとしたところが全て使いやすいようにデザインされているというところが一つあります。あともう一つはですねこれ茶こし、お茶を作る機械用具なんですけれども、そのままお茶っ葉を入れていただいてそのままマグカップに入れていただいてですね、ちょうどこちらも引っかかるようになってますので、置いておいていただくとこうお湯が茶葉がタンピングしてですね非常に効率的にお茶の色が出てきて味が出てくるというような商品だったりですね。あとこちらもなかなか秀逸なんですけれども、これ、ツールスタンドになるんですけども、中身がですね2つに分かれていてベースがございますので、これ置いていただくとですねこう中であまりぶれないと。なのでいろいろなカトラリー系であったり、あとヘラであったり菜箸であったり、そういったものをですねうまく分けて入れるのにも便利かなというふうに思います。あともう最初からオープン当初からよく売れているのがこのキッチンペーパーホルダーですね。こういうなんかは非常に小スペースというか安定性と小スペースといったところがありまして、非常に人気の商品になっております。あともう一つはですねパスタのですねメジャーというのがございまして、こちらがですね非常にデザインも秀逸で、あとそれでかつ、メジャー使いやすい、どうしても丸くてですね穴開いているようなメジャーもあるんですけれども、それだとちょっと両方持って測らなきゃいけなかったりっていうところがありますが、こちらのメジャーに関しましては置いた上でパスタの量を測れますので、非常にこう安定性というかですね測りやすいといったところと、あとやっぱりデザイン性がユニークですよね。
先ほどの茶っ葉もそう茶こしのものもそうなんですけれども、やっぱり全てデザインがちょっとユニークでかつ使いやすい、そういったものがですね鍛冶問屋さんには非常に多く、展開されているのかなというふうに考えております。で我々自身は非常に多くのプロダクトを扱ってはいるんですけれども、ちょっと全部紹介しきれないので、ぜひですね店頭にお越しいただくかですね、オンラインサイトの方でですね、見ていただいて、チェックしていただけたらなというふうに思います。今回はちょっと趣向を変えて歴史からお話ししましたけれども、こういった背景がある、しっかりとしたプロダクト、そして、会社の理念とかそういったところも、しっかり我々も、お伝えをして、販売をしていきたいなと思っておりますので、引き続き、ロスト&ファウンド、よろしくお願いいたします。はい、本日は、鍛冶問屋の、商品のご案内でございました。ありがとうございました。